皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はジャズダンスバレエのターン、シェネの解説動画となっています。シェネは鎖やチェーンを意味する回転技となっており、1番のルルベのポジションが連なって横もしくは移動したい方向へ進んでいけるターンです。スピード感もありシャープさもあるターンなので、ボディコントロールが必須となります。軸がどのように運ばれていくのか、これは足の運ぶ順番を覚えるだけではなかなか進化はしないものです。どの足のポジションなのか、目線はどこに置いたらいいのかなど、必ず通らなければならないこの意識をこの動画で解説していきます。練習を重ねていくうちに立ち姿やルルベの形、引き上げがきちんとできているかどうか、このあたりも関わってくることがわかると思います。自分に足りていないテクニックやスキルが明確になること、気がつくこと、これも自分のスキルアップには大切な要素ですね。またプレパレーションによっても見え方が変わってきますので、いくつかのパターンでお見せしますね。ポジションや大事な要素を確認しながら少しずつターンに発展していけるように頑張りましょう。今回このターンのシリーズでは振り付けなどでもよく使われる3つのターンを挙げて動画をご用意しています。刺すという意味を持ち、床に片足を刺してターンをするピケ。旋回という意味を持ち、その場で片足でターンをするピルエット。各実践動画に対して各体の部位のポジションやコツ、細かく説明している解説編もセットでご用意しています。ご自身の用途に合わせてご活用ください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャーはもちろん、ストレッチや筋トレをはじめとした体の知識など、私生活にもお役に立つ動画を作っています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでぜひよろしくお願いいたします。安定したターンや連続してターンをするのは憧れますよね。理想に近づくためにも体の使い方マスターしていきましょう。5、6、7、レッツゴー。それではシェネのポジションや軌道について解説を行っていきます。まずシェネというターンは鎖とかチェーンという意味を持っています。一つの形が連なって横へ移動していくという動きですね。一度シェネのターンを行ってみます。このようなターン、これがシェネです。それでは足、アームス、ボディと3つに分けて順番に解説していきます。まずは足、回っている時の形は1番のルルベの形です。このルルベを使って足を右左右左と進めていくとターンになっていきます。ちなみに5番の形、5番のルルベで回るというシェネもあるのですが、これは振り付けによりますので、今回のレクチャー動画別に出してるんですけど、1番をベースとしてシェネを行っています。ではプレパレーションの形確認してみます。1番の状態から足を前に単樹で出した状態です。この時出した足はもちろん軸足の方のターンアウトも忘れないように、しっかり骨盤をターンアウトしてください。では軌道についての説明です。今のプレパレーションの状態から右側に向かって回転の形、1番のルルベですね、ここへ持っていきます。1番プレパレーション、右足からルルベで1番のルルベ。ちなみにこのプレパレーションもいくつか種類があって、今はそのままアテールの状態で軸足を準備しています。そこから右に向かって押し進めていくような形でやっていますが、例えばここのプレパレーションの状態で少しプリエをした状態から右側に刺すように回るという方法もあります。これはピケといって床に足を刺すという動きになります。同じシェネでもスピード感が少し変わって見えますよね。また両足プリエをした状態からシェネへ持っていくというやり方もあります。プレパレーションしました。ここから押し出す時にプリエをして、そこから上へ上がっていく。
私は2番のプリエを利用して、推し進めているんですが、バレエでは、よく4番を使ってトンベをするというふうに言うと思います。このプリエを使った状態からシェネを行うと抑揚ができて、踊りに波が出るかなと思います。いくつか軌道のパターンご紹介しましたが、その時の振り付けや用途に合わせて練習してみてください。では次にアームスの説明をしていきます。ターンをしている時のポジションはアンナ盤の形で回ります。このアンナ盤の形が前に広すぎるとどんどん遠心力に負けて広がっていき、バランス崩しやすくなりますので、適度な場所といいますか、あまりこれ今度寄せすぎてもシェネの場合はどんどんスピードが上がっていくので止まらなくなってしまう、それで崩してしまうということもありますので、ご自身の一番回りやすい場所どこかな探しながらで構わないと思いますが、基本的にはアンナ盤、この形で回りましょう。アームスのプレパレーションはアンナ盤で進行方向と逆側のアームスをアラセゴン、横へ開きます。はい、そして軌道です。軌道は回るときに足と一緒に右手を開きます。進行方向ですね。進みたい方のアームスをオープン、アラセゴンにしたら回るときにまたアンナ盤になり、この形で回ります。続いてボディの説明です。立ち姿がとても大切になってきます。回っている時一番のルルベの形ですよね。この時に何かが崩れてしまって軸が取れないと、もちろん回転の時も同じく崩れてしまいます。こちら別動画で解説をしているんですけれども、本当に基本として立ち姿が整えられる意識として6つの矢印を確認していきます。簡単に説明していきますね。まず足の意識を床に下へ刺すという下の矢印の意識をしてください。そしてお尻はキュッと上に引き上げるようにぐっと上に持ち上げます。そうすることでもものあたりからぎゅっと上に矢印が向いてきますよね。そして次、お腹は下へ。お腹というよりは丹田を意識してぎゅっと下に押し込むようにしてください。そして胸はアップ、引き上げて、肩は下ろします。ここに空間ができます。顎を少し上げる。このように上と下に引っ張り合うことでぎゅっと自分の芯を強くすることが意識できると思います。ボディについてはプレパレーションの時も回っている時も意識は変わりません。さっきの6つの矢印を強く持ちます。特に回っている時はルルベをしていますよね。この時はぎゅーっと下へ刺すようにしてください。今の足、アームス、ボディをすべて合わせて自分の軸を1本強く持ってプレパレーションからシェネつなげられるように練習をしてみてください。それでは Tips コーナーです。シェネを安定して回っていくためのコツシェアしていきたいと思います。まず考えてほしいのが、物が回る時って必ず軸ができますよね。人間の体で考えた時、それを重心線として考えます。自分の体の中心、物体の一番中心にあるところ、この点をしっかりと地面までつないだ線になります。この重心線が1本あって、そのままシェネというのは移動していくものなので、これが重心線だとすると、このようにまっすぐ移動していかなければ安定しないわけです。回転をしていくときに自分がプレパレーションで軸を1本しっかり作ったとします。まっすぐだな、確認しました。ただこれを回るときに重心線が変わってしまえば、もちろん歪んでしまってバランス崩してしまいますよね。1本の棒で考えたとしても、テコの原理で考えたとして、この棒をあっち側へ運びたいとなった時にこうやって持っていくと重たくなりますよね。よいこらしょっていう風になってしまいますし、逆にこっちから倒し込んでしまうと立て直すのがとても難しくなります。今回のシェネのように1本の軸が横へ移動しながら、しかも回転をしていくということなので、まっすぐできた軸をこのまま押し込んでいく、こんな風にイメージしていただけるといいんじゃないかなと思います。そのために私がよく大切に考えていることは骨盤です。
人体の中で一番大きくて長くてそして重たい骨って大腿骨なんですけど、この大腿骨を2本よいしょと移動させなければならないわけですよね。そこで重要になってくるのが骨盤で、骨盤というのは上半身の重量をここで受け取って、そして大腿骨足の方へ下半身へ分配していくという役割があります。ですのでとてもここ要ですよね。なので私はここの骨盤をあっちへ押すぞというような意識をしながら回転をしています。イメージ的にはプレパレーションを取りました。そして回るとき、アームス足開きますよね。次に足を1番へ移動させるんですが、ここを骨盤を連れてくる感じです。必ずくっついて上半身も足もくっついてきますので、この、右へ回転するのであれば左の骨盤をこっちに押し込んで回転させていくというようなやり方です。実際に骨盤を本当に押してしまうとこうずれてしまうので、それは NG なんですけれども、考え方として進みたい方向へこの骨盤を押し込んでいく、こんな風に考えて回ると、ずれが生じづらくなって重みがちゃんと残った状態で進んでいくということができるようになっていくと思います。そしてこの移動の感覚、骨盤から押すぞという感覚をつかめたら、この重心線にもう一度話を戻して、重心線になるべく集めてくるイメージです。例えばアームスであればアンナバンを遠くへ出してしまえば重心線から遠くなってどんどん遠心力で離れていってしまいますね。足も同じくです。回っている時一番のルルベなのでこれ以上開くと形変わってしまいますが、やはり回っている時ずっと一番をぎゅーっと絞り込む、さらに高いルルベを目指す。こうすることで細くなって自分の重心線に全てが集まってくるというのが連鎖してターンがスピード増してくると思います。横から見た時も同じですね。重心線をイメージしてお尻が出たりしない、お腹も出たりしない、肩が前に出たりしない、首もしっかりとまっすぐの状態を作る。こんな風にボディコントロールをしながら頑張ってください。さて次にお伝えしたいのが首の動きです。首というよりまずは目線というふうに考えてください。どんなターンでも利用することが多いのですが、進みたい方向に対して目線を向けます。そして回っている間その目線をキープします。最後の最後でまた同じ方向を見ます。ではカメラの方を向いてやってみます。まず進みたい方向に目線を合わせる。そして、シネであればこのように回っていきますよね。最後までギリギリまで見てる。最後に着地の時にまたすぐに今見ている目線へ戻ってきます。これをよく私たちは首を切るという動きで表現しているんですが、正面から見ると実際にやっていることって首をこちら側に見てパッと切っている、このような首のアイソレーションの動きに実はなっています。ですので首のアイソレーションがそもそも苦手だなとか不得意なところがあるなという方は、このアイソレーションももう一度同時に練習してみてください。下を向いたり斜めになったり曲がってたりすると、実はこれ回転に影響してきます。ターンをする時に首がこう例えば崩れてしまったら、なぜか全体が崩れてしまったりもしますので、首のアイソレーション、そして目線のキープ、これも合わせて練習してください。そして次にシェアしたいこととして、今重心線軸ができました。首の動きが入りました。こんな風にいろいろと決められたことがありましたよね。形は1番だよ、アームスはここだよ。はい、これを意識した上でちょっと難しいかもしれないんですが、適度にリラックスをすることも大切です。リラックスというと言い方が少し難しいんですけど、全部を固めてよし回るぞってやってしまうと結構ガチガチになります。回れるんですけどすごく重たいです。重荷がぐーんと押しかかっているような感じになるので、見ている側としてもちょっと苦しいなっていうふうに感じてしまうと思います。先にお伝えしていた6つの矢印の軸や、そして
丹田、ここがポイントになってくると思うんですけど、インナーをしっかりと作ってあげて、あと外側はなるべくリラックスして動かせるようにしようよということです。じゃないとやっぱり首なんかもガチガチではなくて、適度なリラックスがあるからフッというスピードがパッと出せるわけですよね。固まってると重たくて逆に動かせないので、ちょっと難しいですが練習してみてください。はじめはしっかりと軸を作ります。この時はまだ硬いイメージはあります。だけどプレパレーションをとってアームスをスッと上げる時に脇に空間を作ってあげて、顎も一緒に上げて、ここで見た目もリラックスしたような感じを作ります。だけどしっかり丹田には力が入っています。このまま首もちゃんと自由に動かせる状態を作って、この柔らかい空間も残したまま軸だけを運んでいく、横に軸を運んでいく、こんな風なイメージです。特にプレパレーションのポジションやつなぎのジョイント部分のポジションが変わるパターンもあります。こういう時にリラックスってすごく大切になってきます。例えばこちらは別の実践の動画の方でメニューに組んでいるんですけど、シェネの後に2番のプリエをかませてまたシェネへという動きがあります。こんな動きです。プレパレーションしました、シェネ、2番プリエ、シェネ。もちろんここからダブルのターンもつなげていけるんですけど、今のようにシェネをしてプリエをする瞬間に固まってるとプリエがカタッってなってしまいますよね。柔らかいプリエをとって、ここでふーっと体重が吸収されてまたスピードアップするという流れになっていくので、芯はキープをしたまま軸を保った上で適度なリラックス、ちょっと難しいですがこれ最後に意識をして頑張ってください。以上 Tips コーナーでした。皆さんお疲れ様でした。シェネ解説動画はいかがだったでしょうか。回転をすると目線が変わったり景色が変わって目が回ってしまったり、着地の時に次の動きへつなげられなくなったりもしますよね。一つ一つのポジションを覚えたら、どのような意識で回転をしていったらいいかしっかりマスターして、どんどんとテクニック広げていきましょう。それでは簡単に復習していきます。重心線を意識してできるだけ体の意識を中心に集めます。重心線の移動が斜めになっていかないように骨盤を重要視して回転する。目線を進みたい方へ定めて首を切っていきました。プレパレーションのパターンを変えていくつか練習しました。今回のこのターンのシリーズでは、振り付けなどでよく使われるターン3つ挙げて動画をご用意しています。床に刺すようにして回る片足で回るピケ、旋回するという意味を持ち、片足の軸でその場で回るピルエット。各実践動画に対して体の部位やコツ、ポジションの細かな説明などしている解説編もご用意しています。ご自身の用途に合わせてぜひご活用ください。また大前提としてジャズやバレエの基礎基盤となってくるプリエやルルベ、アームスなどご紹介している動画もすでに公開済みです。ターンの練習中に基礎でつまずいてしまったら、ぜひ一度見返していただいて練習にお役立ていただければと思います。そしてこのターンいずれ実践として使うために、ターンをマスターした後は一緒に取り組んでもらいたいメニューもいくつかあります。ターン、ジャンプへつなげる基礎ステップシリーズでは、シャッセやシュスなどターンのつなぎに活用できるテクニックをご紹介しています。ぜひ様々なバリエーションで練習してみてください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながっていけるように動画を作っています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでぜひ押していただけたら嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様ありがとうございます。最近季節が変わってきて暑くなってきたこともあり、自宅でフルーツジュースをよく飲むようになりました。ミキサーにフルーツをボンボンと入れて、蜂蜜とか牛乳とかを入れてバーッと適当に作るんですけど、いろいろ試していって結局いつも同じジュースに戻ってしまうんですよね。私はバナナと牛乳とゴールドキウイで蜂蜜を入れたものがすごく好きです。
家族で飲む時にやっぱりそれぞれ好みがあって、酸味が強いものが好きっていう人もいれば、甘い方が好きっていうタイプもいるので、一度に数種類作るのはなかなか大変なので、なんだかんだみんながまあ平均的に好きであろうバナナやキウイに落ち着いています。一度少し野菜を入れて作ってみたことがあるんですけど、ちょっとそういうのに憧れてやってみたものの、なんかやっぱりしっくりこなかったんですよね。もしかしたらその美味しい飲み方みたいのがあるのかなとは思うんですけど、なかなかそこまで手が出せずにいます。もしミキサーとかでジュースを作る趣味の人がいたり、こんなのおすすめだよっていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えていただけたら、この夏乗り切れるかなと思っています。ぜひ美味しいジュース教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。